はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ のニューモデルシンフォニーです。これなんか雰囲気が CCA の最近のモデルっぽくないですか？そうなんだよ。新しい動画作るとき PC にフォルダー作って素材管理とかするんだけど、最初 CCA シンフォニーでフォルダー作っちゃったもん。で、開封し始めて KZ って気づいたわ。 CCA はこのところ期待以上のモデルが出てるからシンフォニーへの期待も膨らむよね。確かに。ただラプソディとかトリオのような路線で来られても飽和状態な気がするんで、 KZ ならではっていうスパイスは欲しいよね。それはそうですね。パッケージ内容は KZ のいつもの感じだね。メモリーフォームがついてて、ケーブルは変えたいわ。価格が現段階では9000から1万3000円ぐらいで販売されていて、ちょっとばらつきがある感じです。シンフォニーは 13.2mm のプレイナードライバーと 6mm のダイナミックドライバーの構成。 PR3 みたいに攻撃がかなり鋭いと個人的には苦手な音になっちゃうな。6mm のダイナミックドライバーを見ると PQS に乗っけた攻撃を強化するやつを思い出しちゃうんで、攻撃に強いプレイナードライバーにさらに 6mm の小ぶりのダイナミックドライバーで攻撃を強化したらどんだけ鋭くなるんだよって思ったら、低域の強化だったのよね。そういうこと。通常平面ユニットに欠けている低音を豊かにって書いてあるんだけど、最近だと QE Years メロディーとかを聞く限りでは別に低音が欠けているとは思わないんだけどな。いわゆる同社比ってやつなんでしょ、きっと。サイズはちょっと大きめで CCA ラプソディクラスです。片側 8.6g はちょっと存在感ありますね。その他の特徴は、低インピーダンスで低出力の機器でも駆動が容易ってことですが、KZ のプレイナーモデルのインピーダンスはだいたい16オーム前後で、シンフォニーが18オームだからそんなに鳴らしにくいことはなさそうです。高精度フルレンジ 3D プリントハイジング。詳細は上の通り。フルレンジじゃなくてフルレジンだよ。ああ間違えた。ごめん。レンジで何か温めて食べる想像してたんでしょう。そこはノーコメントで。あとは、ドライバーのトランスデューサー効率が向上ってことね。私は細かいことはわかんないけど、不要な振動を低減してクリアなサウンドになるんだって。波形測定をする前に結構主張してみたんだけど、確かに低域はそれなりに強めかな。だけど広域が鋭く感じるのが気になって思い切って音量を上げられないなという感じ。それとフロアタムの音が妙に引っ込むんだよね。カバ鳴りはそれなりに聞こえるけど、ドゥーンっていう迫力が全然ない。これってどういうことなんだろうって思ってた。それは測定してみて納得したわけだけど。じゃあ波形足しますか？お願い。なんなのこれ？最初測り間違いかと思った。いつもいろいろなイヤーチップで測定してるからこれも見てもらおう。バンドルイヤーチップの比較です。やっぱり 300Hz あたりの著しい減衰の形は同じですね。ジャックさんの気になった攻撃の鋭さはメモリーフォームで少し和らぎますかね？少しね。その他のイヤーチップはこんな感じです。どれを装着しても大体同じ形になるので測り間違いではなさそうですね。そうだね。これでフロアタムが引っ込んだのもうなずける。この後の主張はダンジジム TAPB で進めるよ。なんか TWS でこんな感じの波形見たことあるような。要はドンシャリでしょこれ？そうだね。V 字カーブの谷が少し左に寄ったドンシャリだわ。今回はプレイナーモデルだから比較には KZ-PR3 と NiceHCK-F1 Pro を準備したよ。おお、こうして比較すると 300Hz の谷は深いね。ナウシカいるかな？風の谷じゃないのよ。10キロ以降でポイントは違いますけど PR3 とシンフォニーはもう一つピークがありますね。そうだね。2キロ以降の出方を見ると PR3 もシンフォニーもそんなに強力な風には見えないんだけど、実際聞いてみると自分の耳に感じる攻撃はかなり鋭いね。で、いつもならレビューモデルをサウンドチェックの音質調整の基準にするんだけど、今回は F1 Pro を基準にした方がシンフォニーの感じがつかみやすいんで、基準は F1 Pro ね。300Hz の深い谷を疑似体験するためね。それだけじゃないけどね。じゃあサウンドチェック行ってみよう。気をつけてね。音量上がるよ。
はい、サウンドチェックでした。シンフォニーの実機と比べるとちょっとデフォルメされた感じでしたね。かなり詰まった感じに聞こえたと思う。強めのドンシャリってこういう傾向になるんだよな。でも雰囲気はつかめたわ。実機での聞き比べを補足してほしいところね。リケーブルはどれにしたの？ナイス HCK、ディープスノーにしたわ。まずシンフォニーを聞いた後、PR3 を聞くと、広域はシンフォニーほど強くは感じなかったし、低域も深い谷はないんで、ちょっとホッとする。F1 プロは波形の通りでバランスいい。プレイナーらしい広域の鋭さってのはあるんだけど、順に聞いてみて、一番ホッとする質感だった。つまり、それだけシンフォニーに特徴あるってことでいいのかな？低域は基準ラインに対して突出してはいないけど、結構出ているように聞こえる。このラインをこんな風にずらすと、低域が出ているように見えますが、それ以上に広域が強く見えますね。聞こえ方としてはこんな感じなんだよな。300Hz の谷があるからなおさら広域が目立つわ。なのですごく作られた音という風に感じた。広域の改造感はあるけどサウンドステージにはちょっと影響が出ている感じ。シンフォニーはあまり良くない印象ですか？いいや、個人的に苦手っていうだけでドンシャリサウンドは好きな人多いし、過去に ZST のようなカーブのモデルはヒットしているんでね。冒頭にちょっと触れたけど KZ ならではっていうスパイスと捉えればいいんじゃない？特徴を伝えたいわけで、良し悪しをジャッジするのがこの動画の目的じゃないもんね。そうよね。なのでこういう特徴のモデルが好きな人がどうぞでいいんですよね。そうだね。ということで KZ のプレイナープラスダイナミックドライバーモデルシンフォニーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。